今日は Amazon で買える私のお気に入りの旅行グッズを紹介します。もともと私はかなり節約派なので、旅行のためだけに使うアイテムは極力買いません。だから今回紹介するのは旅行中はもちろん、普段のお出かけや日常生活でも活躍してくれるものばかりです。さらに今回は旅行や普段の外出でも荷物になりにくいコンパクトサイズのアイテムを中心に選んでみました。旅行の荷物を少しでも減らしたい方や、普段使いもできるアイテムを探している方の参考になれば嬉しいです。以前にも Amazon で買えるおすすめ旅行グッズを紹介しているので、合わせてそちらの動画もチェックしていただくと、さらに便利なアイテムが見つかると思います。今回紹介するアイテムは、すべて概要欄にリンクを載せますので、気になるものがあればぜひチェックしてみてください。それでは早速見ていきます。まず一つ目がミニ使い捨て歯ブラシです。こちらはフロスと歯ブラシが一体になったミニ歯ブラシです。歯ブラシ、あとこの中に歯磨き粉、これを外して、爪楊枝、そして裏面が舌クリーナー、あとこちらに歯間ブラシの5つの役割がこの1本に凝縮されています。歯磨き粉もいくつかフレーバーがあって、私が買ったのはミックスなんですが、ミント、緑茶、ピーチ、あと桜のフレーバーになっています。これ1本でデンタルケアができて、使い終わったら捨てられるので荷物も増えなくって旅行でかなり使えます。そして旅行だけではなくって普段のお出かけとか仕事で外出する時にもスッと1本持っていけるのでかなり便利です。ただ少し気になるのが、例えばこちらのフロスを先に使ってこれを先に捨ててしまうと歯ブラシがこんなに小さくなってしまいます。この短い状態で歯磨きすると、このブラシを飲み込んでしまわないか心配になります。なので、子供が使う時とかは特に注意した方がいいと思います。あとは、この中についている歯磨き粉が泡立つタイプというよりはマウスウォッシュに近いです。なので、寝る前とかにがっつり磨く時よりは簡易的なケア用として使うのがいいと思います。でもこれ1本あるだけで食後の口の中のスッキリ感がだいぶ違います。2つ目が拭き取り洗顔シートです。過去の動画で何度かクレンジングウォーターの紹介はしたことあるんですが、これはそのシート版になります。クレンジングウォーターはコットンに染み込ませてメイク落としに使ったり、朝の洗顔代わりに使ったりして旅先でもかなり使えるんですが、旅行が長期になるとどのくらいの量を詰め替えて持っていけばいいか結構悩むんですよね。そういった時にこのシートタイプだと詰め替える量とか気にしなくて済むし、あとは機内持ち込み荷物とかだけで旅行される方は液体の量も減らせるのでいいと思います。そして私が使っているこのタイプは瓦よもぎという植物のエキスが入ったタイプなんですが、そんなに気にならないんですけれども少し匂いがします。ただ使い終わった後は匂いも全然気になりません。そしてシート1枚が大判で結構水分もひたひたと入っているのでかなり使いやすいです。飛行機の中でメイク落としとか、あとさっぱりしたい人も使えると思います。3つ目がシミ取りシートです。これは以前の動画でも紹介したことがあるんですけど、本当に使いやすいので再度紹介します。服のシミ取りシートなんですが、旅先でも日常でも料理の汁とかが服に飛んだ時大活躍しています。使い方はシミがついた箇所の裏側にティッシュペーパーとかタオルを置いておいて、その上からこのシートでポン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 とシミを叩いていく感じです。薬局でよく売っているのは小さな液体タイプのボトルだと思うんですけど、あれは結局その液体を使うためにまた専用のシートとかが実はついていたりしてちょっと荷物になるんですよね。このシミ取りシートはかさばらないし使い捨てなので、あと価格も25個入りで1000円しないのでかなりリーズナブルで気に入っています。4つ目が USB の変換アダプタです。こちらはメス側がタイプ C でオス側がタイプ A の変換アダプタです。最近はスマホとかいろんな電子機器の充電が USB のタイプ C のものが多くなってきていますが、古い機体の飛行機とかホテルとかの充電口に
タイプ A のものが使われていることがまだまだ多いです。最近の旅行で実際にあったのが、タイプ C のケーブルとコンセントを持って移動したところ、充電の差し込み口がコンセントでもなくてタイプ C でもなくて、タイプ A の差し込み口しかなくて、スマホもカメラも充電できなかったというケースです。そこでこの小さなアダプタを、ここにリングもついているので、こうやってケーブルに吊るしておけば、タイプ A の差し込み口から充電したいときも、こうやって変換させて、いろんな環境で充電できるようになります。5つ目がサングラスケースです。こちらは巾着タイプのメガネケースになります。もともとサングラスケースはずっとこういった巾着タイプのものを使っていたんですけど、もう10年ぐらい使ってて少し古くなってきたので、今回 Amazon でこのトラスコ中山の巾着のメガネケースを買ってみました。どうして巾着タイプをずっと使っているかというと、メガネとかサングラスのケースってバッグの中で意外と場所を取るので、なるべくかさばらないケースを使いたいなというのと、あとこのケースに使われている布がですね、メガネ拭き代わりにもなって便利なんです。トラスコ中山って工事で使う工具とかを販売していて、このメガネケースも本当は工事とかで使うセーフティーグラスを収納するように売っているんですけど、なぜ私がこれを選んだかというと、とにかく安かったからです。他の中国メーカーとかからもマイクロファイバー素材の巾着メガネケースとか売っているんですけど、5、6個セットで売っていたりして、そんなにいらないなと思っていたら、1個単位で200円しないで売られていたので、こちらを買いました。このケースの生地はマイクロファイバーというよりはかなりさらっとした触り心地の布が使われているんですけど、この布でメガネを拭き拭きすると指紋とか汚れもちゃんと拭き取れます。おしゃれ感はゼロなんですけど、とっても使いやすいです。6つ目が資生堂の UV リップグロスです。これは普段から使っていて旅行にもマストな UV 機能のついたリップグロスです。日焼け止めは旅行に絶対持っていきますけど、リップの UV ケアっていつも忘れがちなので、夏はこれをメインに使うようにしています。薬局でもプチプラの UV タイプのリップティントとか売っていますけど、個人的にはこの資生堂のグロスの方が飲み物を飲んだ時とか色落ちがしづらくって、あと保湿力もあって何より発色が気に入っています。私が使っているのはウルルレッドという赤の色なんですけど、結構イエローベースの肌に馴染む感じで、あと他の色のラインナップも結構夏っぽいなと思います。ずっと伸ばしていくとほぼ透明になります。リップクリームみたいに鏡がない場所でもささっと塗れてしまうのでおすすめです。以上になります。いかがでしたでしょうか？気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは年に数度の旅行を糧に日々生き延びる私が旅にまつわる情報やパッキングのコツ、あとは旅行の Vlog など発信しています。私と同じように頻繁には旅行へ行けないけど、常に次の旅行を考えながら日常を過ごしたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。